小麦巻きを行っていきます。早速機械が壊れました。よいしょ。真っ暗じゃ。皆さんこんにちは、さおりです。今日は小麦巻きを行っていきます。7月頃に小麦を収穫しましたという動画を投稿しているんですけど、私の住む地域では秋巻き小麦といって、だいたいねこの9月の下旬から10月の上旬頃に、小麦をまいて、そして7月の中旬頃に収穫という流れになります。小麦はですね、じゃがいもの後に植え付けを行います。なので今年じゃがいもの植え付けを行った2枚の畑合わせて 5.4 ヘクタールはですね、もうだいぶ前に、収穫が終わったので、もう一度爪を入れて土をほぐしてある状態です。でさらに今年でビートは終わりになるので、今年ビート畑だった場所なんですけど、この場所にもね小麦の植え付けを行おうと思っています。なので合わせると作付面積が7ヘクタールほどになります。で今日は10月の6日ということで、いつもはね、芋の収穫がだいたい9月の下旬ですね終わって急いで小麦巻きを行っているんですけども、今年はねビートの収穫だったり小豆の収穫にもちょっと時間がかかったので、10月に入ってからの植え付けとなります。9月20日、じゃがいもとビートの収穫が終わったので、次の作業としてチゼルをかけました。この後、小豆の収穫も始まる予定だったため、作業の合間の空いている時間を使って進めていました。チゼルは簡単に言うと、畑の土を深くほぐすための機械です。トラクターの後ろに取り付けて使用します。収穫後の畑は機械の走行などによって地中に硬い層ができやすくなっています。チゼルを約30から40センチの深さまで入れて走らせることで、その層を割り、空気や水が通りやすい柔らかい土に戻します。これにより小麦の根が深く張れる状態を作ります。早速機械が壊れました。この今爪がね深く刺しすぎたみたいで、こんな感じでもうプランプランになってます。わかるかな？通常チゼルの爪はボルトで固定されて動かないようになっていますが、今回はチゼルを深く刺しすぎたために負荷がかかり、ボルトが折れてしまいました。こういった機械は大きな負担がかかった際に本体が破損しないように安全装置としてボルトが折れる構造になっています。無事に治って今かけているところです。最近ね収穫作業ばっかりだったので、こういう耕す作業は久しぶりですね。なんか新鮮。うわすごーい。これから元肥を畑の方にまいてですね、小麦の欲する成分がまた芋の時と違ってきますので、しっかり小麦に合わせた土作りを行ってから、実際に種をまいていくという作業になります。ということでまずはヤンマーの EF895 にアマゾーネというブロードキャスターを取り付けて畑に肥料を振っていきます。こちらが今回使用する肥料の成分量なんですが、そのうちアンモニア性窒素というのがロング肥料と言われるもので、春までじっくり効いてくれる設計になっています。ロング肥料にもいろいろあって、4月まで持ってくれるもの、5月まで持ってくれるものとか、いくつか種類があるんですが、今回のものは4月いっぱいまで持ってくれるかなという感じです。
アマゾーネの散布幅は両側で18メートルあります。よく行う追肥だと時速8キロで散布を行うんですが、今回は元肥ということで倍散布を行いたくて、だいたい半分くらいの速度で走って1ヘクタールあたり900キロぐらい入るようにしています。もうね、端っこに着くので、ここの畑はおしまいです。あと芋畑がもうちょっと残ってるので、そっちも巻いていこうかなと思います。はい。お次はパワーハローをかけていきます。肥料をまいた後、表面にね、残っている状態なので、パワーハローをちょっと深すぎず、浅すぎず、程よくね、かけてあげることで、土の中に均等にね、ムラなく混ざってくれます。パワーハローは植え付け前の整地や収穫後に枕を鳴らす時などにもよく使う機械なので、基本的にジョンディアに取り付けたままにしています。整地の時は土を深くまで柔らかくしたいので深めにかけますが、今回は元肥を混ぜるのが目的なので、あまり深くかけずに表層だけを軽くほぐす程度にしています。パワーハローをかけ終わったら、いよいよこのドリルという機械で小麦を植えていきます。正式にはドリルシーダーといい、小麦の種を一定の間隔でまっすぐ均一にまくことができる機械です。一度に24列分の種を同時にまくことができ、広い畑でも効率よく播種作業を進められます。こちらが今回まく小麦、北穂波です。秋巻き小麦って書いてますね。30キロあります。重たい。よいしょ。よいしょ。これを、0.1 ヘクタールあたり10キロ、1ヘクタールに対して100キロ巻いていきます。この機械はかなり大きくて、30キロ入りの小麦をおよそ12袋入れることができます。肥料の袋は20キロのものが多いんですが、小麦や小豆などこれから植え付けを行う作物は30キロの袋に入っているものが多くて、かなり重いです。ドリルのタンクには最大でおよそ350キロの小麦を入れることができます。そのため3ヘクタールほどの面積であれば、途中で種を補充しなくても一度に巻き切れるのがこの機械の大きな利点です。はい、とりあえず今日はですね、もともと芋畑だった 2.5 ヘクタールに小麦を巻き終わりました。本当に小麦がね減らないですね。まだこんなにあるのか。全然余裕だな。でちょっとねバタバタしていて、大豆の収穫もねやっていかないといけないので、今日はここまでにしようと思います。一旦農場へ帰ります。ということで翌日、残り2枚の畑に小麦をまきます。小麦をまく面積はかなり広く、整地や肥料まきなどの作業もあるため、すべてまき終わるまでには数日かかります。
ただ今年は他の作物の収穫作業も重なっていて、なかなかまとまった時間を取ることができませんでした。そのため空いている時間を使ってチゼルをかけたり、少しずつ準備を進めていました。このドリルは本来種と肥料を同時にまくこともできるんですが、肥料は使用量が多く頻繁に補充が必要になります。さらに500キロの肥料パックを入れるための専用機械も必要になるため、今回は作業を効率化するために肥料は別でまく方法を取りました。こうすることで短い時間でも作業がしやすく、隙間時間をうまく活用できるようにしています。今最後の畑の小麦巻きを行っています。ここは面積が3ヘクタールなので、このドリルにね、小麦いっぱい入れました。なんとか持ってくれるんじゃないかなと思います。ちょっとね時間がかかってしまってもう4時です。ただね、明日は雨が降るみたいなので、ちょっと今日中に巻き終わりたいなと思ってます。3ヘクタールどのくらいかかるかわかんないんですけど、多分真っ暗になっちゃうんですけど、頑張ってね終わらせます。最後に今年じゃがいもを植えていた3ヘクタールの畑に小麦を巻いていきます。まずは外周から巻いていきますが、周りの畑は他の方の土地なので、はみ出さないように注意しながら、かといって内側に入りすぎて無駄な部分が出ないよう、位置を確認しながら慎重に端を巻いていきます。改めて小麦には秋巻き小麦と春巻き小麦の2種類があります。秋巻きはだいたい9月下旬頃に巻いて、来年の7月中旬に収穫。春巻きは4月中旬頃、雪が溶けて土が乾いてから巻いて、早ければ8月の中旬頃に収穫できるそうです。北海道のように冬が長くて寒い地域では秋巻き小麦が多いです。というのも秋に巻いておくことで、雪が積もる前に芽を出して根を張ったまま雪の下で冬を越します。そして春雪が溶けると一気に伸びていくという北海道の自然のリズムに合わせた作り方になっています。また春に巻く小麦よりも育つ期間が長く、収量や品質が安定しやすいのも特徴です。はい、あれから1時間ちょっと経ちました。今ね5時半になるくらいです。もうね真っ暗になりました。早いですね。だいぶね小麦が少なくなってきてるので、こうカメラで確認しながらやってます。こうドリルが下の方がねすぼまってる形になるので、油断するとねなくなってることがあるみたいなので、注意しながら植えていきます。一応こうやってカメラで確認してやってるんですけど、そんなに画質も良くないのでちょっと怪しいですね。今端っこについたら一回見てみようかな。真っ暗じゃ。どうだろう。あ、見えた見えた。まだ大丈夫そうです。大丈夫そう。ちょっとでもこまめに確認しながらやっていこう。作業灯がついてはいるんですけど、種が蓋を開けてねそっち側なので、外に出ると全く見えませんでした。あんまり意味ないかも。普段はあまり遅くまで作業することはありませんが、他の作業と重なったり、明日が雨の予報でどうしても今日中に終わらせたいという日は真っ暗の中での作業になることもあります。ライトをつけていても畑全体は見えず、どこを走っているのかわからなくなったり、次にどこを走ればいいのか旋回も難しいんです。でも GPS のおかげで走行した場所が記録されて、前が見えなくてもまっすぐ走れるので、
こんな真っ暗な夜でもしっかり作業することができています。はい、ということで無事に小麦巻きが終了しました。ね、今年はこれまでと違ってこう一気に小麦を植えるっていう時間がなくてですね、ちょっとずつ、設置したり元日入れたりっていうのをやってきたんですけど、無事に終わりました。小麦はね、来年の7月収穫ということで、まだまだ先なんですけども、すくすくと大きく育ってくれることを願いたいと思います。ここ最近ね、こうクマが出てきているそうなので、さっさと帰ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。